今回も生成 AI シリーズデータセンターの温度管理で注目のティッカーシンボル VRT を見ていくよ。VRT が何がすごいかというと、最近のパフォーマンス。1年でプラス 587%、半年でプラス 150%、四半期でプラス 74%、1ヶ月でプラス 15% という驚異的なパフォーマンスだよ。ポイントを最初に説明してしまうと、まず AI の影響でデータセンター市場は今後5年間で9から 12% の成長を予想しているよ。データセンターでは効率的な冷却が必要で、液体冷却方式が注目されているよ。VRT はデータセンターの温度管理や冷却設備の会社だよ。VRT は NVDA と長年協業した技術があるよ。VRT の概略がこちら。売上高は 6.9 ビリオンダラー。従業員が2万7000人。サーバーセンターは240以上。結構老舗の会社で平均20年の顧客関係があるよ。温度管理ではナンバーワンだよ。地域的にはアメリカが半分以上で、残りをアジアと欧州で分けているよ。セグメントとしてはデータセンターが 75% で、データセンター中心のビジネスをしているよ。時価総額は34ビリオンダラーの規模だよ。データセンターの温度管理のナンバーワンなのは述べたけど、施設、屋外、列、部屋、サーバー、ラックなど様々なところの温度管理を行っているよ。将来の AI データセンターに対して空冷と水冷の両方を提供できるユニークなポジションにあるよ。こちらがデータセンターの液体冷却の市場規模の推移だよ。1000の方だけど年平均成長率がかなり高い見込みだよ。2027年まで成長し続ける予想になっているね。市場規模としては 1.7 ビリオンダラーぐらいまで2027年に到達する予定だよ。上にキロワットがあるけど、右に行くほどたくさんの消費電力が必要な場合を示すよ。一番上の液体冷却が高い消費電力のレンジをカバーしているように、今後 AI で GPU とかの消費電力が増えることで、液体冷却が必要になっていくことがわかるよ。4月24日に発表となった2024年の Q1 決算の数値を見ていくよ。売上高は 1.64 ビリオンダラーで予想を上回ったよ。成長率はプラス 8%。EPS は 0.43 ドルでこちらも予想を上回ったよ。ガイダンスはレンジで示されているけど、ここでは真ん中の値を示すよ。Q2 の売上高は 1.925 ドルビリオンダラーで予想を上回ったよ。Q2 の EPS は 0.55 ドルで予想通りだったよ。2024年の売上高は 7.615 ビリオンダラーで予想を下回ったよ。2024年の EPS は 2.32 ドルで予想を上回ったよ。この決算を見てどう思ったかな？売上高成長率が思ったより低いと思った？それは事業構造として注文を受けてすぐに納入できる事業ではないからだよ。売上高成長率を見ていてもこの決算はわからないよ。ポイントはバックログが 6.3 ビリオンダラーで受注残高比率が 1.5 倍で過去最高というところだよ。受注して納入できるのはかなり先となるので、注文や受注残高の伸びを見ていくのが重要だよ。次にカンファレンスコールの抜粋を見ていこう。Q2 の受注は大幅に増加すると予想しているよ。AI 関連受注は引き続き好調だよ。AI プロジェクトのパイプラインは過去2ヶ月で2倍以上に増加しているよ。需要は液体冷却に関するものだよ。業界と将来の設計については多くの点で初期段階で、AI 関連での変化はまだこれからだよ。現在はアメリカ中心だが、アジアでも動きが見え始めているとのことだよ。
インドは重要な場所とのこと。AI が最終的にはアジアでも活性化すると楽観的に考えているとのことだよ。欧州はアメリカの9から12ヶ月遅れているイメージだよ。今の波は地域的な広がりも含めて続いていきそうだよね。月足チャートはこちら。2023年ぐらいからずっと上がり続けているね。週足チャートはこちら。2023年5月ぐらいから上昇し続けているね。10週移動平均線をサポートしているね。日足チャートはこちら。先々週の調整から決算発表でギャップアップ。そこから新高値を狙っているね。それじゃまた次回。みんなのコメントも待っているからね。バイバイ。